ハイドンと同時代の聴覚を失った芸術家は誰だということで1790年代です。前回1780年代はダビッドによる新古典主義の始まりとマリー・アントワネットと同時代に活躍したモーツァルト、そしてフランス革命が勃発した時代でした。そしてこの時代はフランス革命真っ只中です。そして突然のスペインの画家の登場です。この時代から100年前の1690年代に登場した誰だかほとんど知られていない存在のクラウディオ・コエリョ以来の突然のスペインの画家の登場になるわけですが、せっかく前回フランス革命だとか新古典主義だとかで時代の流れがつかみやすくなりかけていたところに突然の横やりが入った感じです。が、この人はあまりにも大物すぎるので仕方ないです。それがタイトルにあるハイドンと同時代の聴覚を失った芸術家ゴヤです。耳が聞こえない芸術家として有名なのはベートーベンですが、実はこのゴヤも聴覚を完全に失った芸術家です。ゴヤはこの時代前まではスペインの宮廷画家として楽しげなロココ的な絵を描き、順調な人生を歩んでいましたが、この時代の1792年、46歳で病気にかかり、それが原因で聴覚を完全に失ってしまいます。そしてそれ以降、ゴヤの画風はガラッと陰鬱な雰囲気に変わっていき、同時代の美術界の潮流とは異なる自身の内面を投影した独自の画風を確立していき、傑作を多く生み出すようになります。それは後の時代の美術への影響だけでなく、20世紀以降の美術にまで及んでいるという、相当に独自で時代の先を行った画家でした。そしてこの絵はちょうどそういった画風が変わり始めた時期の絵です。ちなみにこれは西洋美術史上初めて実在の女性のアンダーヘアが描かれた絵と言われ、当時スペインで問題となり、ゴヤは何度か裁判所に呼び出され、一体誰の依頼で描いたのかと質問されましたが、ゴヤは一切答えませんでした。どうやら依頼主はその時の首相だったようです。いい加減な国家体制ですね。そしてこの絵は100年ほど美術館の地下にしまわれてしまい、ようやく1901年になって公開されたとのことです。西洋美術ではいろいろ謎の基準が多いですね。そしてこの1790年代に聴覚を失って独自の画風を築くことになるゴヤと同時代に活躍していた作曲家が交響曲の父と言われるハイドンです。このフランス革命という動乱の最中、なかなかのんびりした曲ですね。ハイドンは名前はかなり有名ですが、意外にも一般に知られているこれといった曲があまりない作曲家と言えるかもしれません。しかも風貌から言っても、バッハやヘンデルと同時代あたりじゃなかったのっていう感じで、どういった人で、いつの時代の人なのかもよくわからないけど、大物作曲家であることは知られているといった感じですかね。現代では曲よりもむしろ名前の方が知られているという逆のパターンの作曲家かもしれません。このハイドンも一応ウィーン古典派に含まれます。そしてハイドンは交響曲の父と言われるように、交響曲や弦楽四重奏曲という新しいジャンルを芸術作品として確立させた人物として重要な作曲家であります。ハイドンは1760年代あたりから活動していましたが、意外にも彼の有名曲の多くはこの最晩年の時期に作られました。ハイドンの最晩年である1790年代にザロモンという音楽興行主からイギリスでハイドンの新作交響曲の独占上演の企画を持ちかけられ、60歳代のハイドンは当時演奏会が最も盛んであったイギリスに2回赴き、そこで大成功を収め、かなりの収入と名声を得ます。果てはハイドンはオックスフォード大学から名誉博士号なんていう音楽と関係あるのかよくわからないものまで授与されます。そして公開演奏会でこのような大きな成功を収めたのはハイドンが最初の音楽家と言えるようです。この時期にはかなり音楽家の地位が上がり始めてきたと言えますね。そしてそのイギリス訪問の間に作られた複数の交響曲がハイドンの最も有名な交響曲であり、ハイドンの作品の中でも頂点なものとされています。ちなみにそんな偉大な交響曲の父ハイドンに大きな影響を与えたのは1760年代に登場した C.P. バッハです。バッハの息子たちが後世に与えた影響力はすごいですね。さらにハイドンとモーツァルトは共に親しく、
ハイドンはモーツァルトの死後、彼の残された息子の世話までしています。しかし、この古めかしい風貌でモーツァルトと仲が良かったというのはなかなかイメージが湧きづらいですね。さて、前回1789年にフランス革命が勃発しましたが、その革命はちょうどこの1799年までの10年間続きました。まず1793年にルイ16世とマリー・アントワネットはギロチンで処刑されます。ヨーロッパは他の地域を野蛮だと非難してきましたが、現代の観点からするとギロチンで処刑後に首を晒すなど十分野蛮ですよね。しかも大衆はそれをわざわざ見に来て喜んでいたわけですからね。しかもギロチンなど可愛い方で、それ以前はかなり残酷な処刑の連続の歴史です。それは他の地域の人々も同様で、ホモ・サピエンス共通の残虐性のように思えます。そしてルイ16世処刑後の1793年から1794年の間に権力を握った党派であるジャコバン派が、反革命派や革命に協力的でないと見なした人々をじゃんじゃんギロチンにかけるなどして処刑していくという恐怖政治を強行しました。その革命の徹底化を図って恐怖政治を推進したのがロベスピエールです。そしてこの間に多くの人々がビシバシギロチンにかけられるなどして処刑されましたが、同時にメートル法の制定や商品などの価格の統制や徴兵制などが制定されます。ちなみに昔のイギリスの小説とかで、インチとか宿とかよくわからない単位が出てきて、近いんだか遠いんだかよくわからないという風に書かれているその場の状況のイメージがつかめなくなってしまうなんてことがよくありますが、この21世紀においてアメリカだけは未だにインチで粘っています。今のところ世界でメートルではなく堅くなにインチやマイルに固執しているのは全世界でアメリカ含めて3カ国だけらしいです。しかもアメリカの NASA は1990年代に火星探査機を打ち上げましたが、メートルとヤードを混同して音信不通になって行方知らずになってしまったらしいです。アホみたいな話ですね。アメリカはフランスより先に独立を果たした意地か何か知りませんが、いい加減諦めてメートルにすべきだと思います。そして恐怖政治のこういった生活の隅々までをも統制することに対して、次第に民主の支持は失われていき、早くもロベスピエール自身も反対勢力によるテルミドールの反動で処刑されてしまいます。恐怖政治の期間はたったの1年間です。フランス革命は起きる出来事が矢継ぎ早すぎです。そしてその後、総裁政府なるブルジョワによる政府が樹立されます。これは5人の総裁が権限を分担する政府でしたが、政権は安定せず、今度は1799年、フランス革命勃発から10年後に、かの軍人ナポレオン・ボナパルトによる軍事クーデター、ブルメール18日のクーデターによって総裁政府は打倒され、これにてフランス革命は終結します。目まぐるしい速さでコロコロと変わるフランス革命ですね。もうちょい落ち着いてほしいです。そしてこのナポレオン・ボナパルトによって樹立されたのが統領政府です。統領政府は3人の統領からなる政府ですが、事実上はナポレオンの軍事独裁政治でした。ちなみにナショナリズムや国民という概念が新たに誕生したフランス革命ですが、このナポレオンはコルシカ島出身です。コルシカ島はナポレオンが生まれる3ヶ月前の1769年にイタリア・ジェノバからフランス領になったばかりの島です。なかなか皮肉ですね。コルシカ島は長らくジェノバが支配しており、それに対してコルシカの人々が反乱を起こしていたのですが、1768年にジェノバはコルシカの反乱を抑えきれなくなり、フランスにその統治権を譲り、今度はコルシカとフランスの戦争になりますが、翌1769年にフランス軍の勝利に終わり、それ以降フランス領となりました。そしてその3ヶ月後にイタリア系移民のナポレオン・ボナパルトが生まれます。そしてこの恐怖政治を象徴するのがギロチンですが、これはギヨタンという医者が意外にも人道的観点から提案したものとされています。ちょうどこの頃に車咲きの刑といったような残酷な処刑の仕方が徐々に人道に反するとみなされてきた中、それまでの一発で首を切り落とすことができず、無駄に苦しめることになってしまいがちだった斬首刑に代わって、一発で確実に首を跳ねることができるギロチンが考案されたとのことです。そして意外にもギロチンは20世紀に入っても使われていました。フランスでは1981年まで使用されていたらしいです。意外にもかなり最近ですね。そしてこの時代にはジェンナーが天然痘の予防において手刀法を開発し、予防接種を広めました。ジェンナーはこれによって近代免疫学の父とも呼ばれています。
さらに詩人ワーズワースがコール・リッチと共に叙情民謡詩を出版しました。これは後の時代にも大きな影響を与えることになった詩集とされています。フランス革命の最中、イギリスはポエムに浸れるくらい安泰な生活を送っていたようです。それでは最後にこの時代に書かれた6枚紹介します。まずは前回、1780年代に新古典主義を確立した熱い男ダビッドによる作品です。ダビッドはフランス革命側としてバスティーユ牢獄襲撃にも加わり、政治にも関わっていた人物でしたので、当然フランス革命に関する絵も描きました。それがこちらです。この絵はフランス革命の指導者でロベスピエールの盟友であったマラーが対立する党派の女性によって入浴中に暗殺された場面を描いています。ちなみにマラーは1770年代に登場した質量保存の法則を発見したラボアジエに論文を却下された恨みからラボアジエをギロチン送りにしたのではないかと言われています。どさくさに紛れて市場を挟むマラーです。もう一枚ダビッドによる作品です。このサビンの女たちは1630年代と1700年代に紹介したローマ建国にあたって女性が足りないからという理由で近隣のサビの未婚女性たちを騙して略奪し、そして数年後にサビの男たちが奪われた女性たちを取り戻そうと戦争を仕掛けるも、すでにローマで妻となり子供もいる女性たちがその戦争を止めるという話です。中央の女性がやめれやめれ、お前そんなことやったんねん、今フランス革命中やぞといった感じで、今までになく強い女性像が描かれている感じですね。実際このフランス革命では先ほどのマラーを暗殺したのが女性だったり、自由のアマゾンヌと言われた女性革命家がいたりと、今までの時代と違って女性たちが率先していた面もありました。次の絵はこちらです。ジェラールはダビッドの下で学んだフランスの新古典主義の画家です。かなり古風な雰囲気が漂っていますね。この絵は1750年代に紹介したギリシャ神話の話で、人間でありながらとても美しかったプシュケに嫉妬した愛と美の女神ウェヌス、英語名でヴィーナスが息子のアムロ、英語名ではキューピッドにいられたら恋する愛の矢でもってプシュケにそこらへんの癒しい男と結婚させるように命じますが、アムロは間違って自分の胸をその愛の矢で傷つけてしまいプシュケを恋するという話です。この場面はアムロがプシュケにキスをしている場面ですが、これは初めてアムロがプシュケの元に訪れた場面なのか、ハッピーエンドの場面なのかよく分かっていないらしいです。次は前回紹介した独特な絵を描くヒュースリーによる作品です。これはシェイクスピアによる夏の夜の夢の話で、魔法にかけられロバの頭に変えられたニックボトムにティタニアが恋をしてしまうという場面を描いています。相変わらず独特な雰囲気の絵ですね。次はこの時代に処刑されるマリー・アントワネットを描いた作品です。なかなか不穏な時代ですね。最後の絵はこちらです。これは自画像です。面白いけど完全舐めてますね。しかもフランス王が処刑されるというフランス革命の最中にです。しかもデュクルーはそれまでフランスの宮廷肖像画家でマリー・アントワネットやルイ16世の肖像画を描いていました。しかも彼は革命中はロンドンに逃げ、革命後はあの革命派であるダビッドの援助を得て帰国し、その後も活躍を続けたらしいです。なかなか適当にうまく立ち回った人だったんだと思います。レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロの時代には絶対になかった絵ですね。ということで1790年代は突然どこからともなくゴヤが現れ、交響曲の父ハイドンが晩年に大成功を収めました。そしてジェンダーによって予防接種が広まったり、詩人ワーズワースがコール・リッチと共に安泰のイギリスでのんびり施策にふけっていました。しかし一方フランスではフランス革命の真っ只中であり、恐怖政治が行われていてポエムどころじゃありませんでした。そしてそんなフランス革命も突然どこからともなく現れたナポレオン・ボナパルトによって終結し、次の時代以降ナポレオンが大暴れすることになります。そして1700年代から1790年代の18世紀もこれにて終了です。世紀前半はロココが誕生し、音楽ではついに大御所のバッハやヘンデルが活躍し、ようやくクラシック音楽が本格的に始動しました。そしてこの間にイギリスは領土を広げ、三角貿易で富を蓄えていきます。そして世紀中頃にロココは最盛期を迎えます。同時に音楽もロココの影響を受けたギャラント様式が主流になり、全古典派と言われる
現代では演奏されることがあまりないバッハの息子たちの世代が活躍していました。そして後の革命に大きな影響を及ぼす啓蒙思想が盛んになります。そして世紀後半になるとロココに代わって新古典主義が登場し、音楽ではモーツァルトやハイドンといった大物が登場します。そしてイギリスにおける産業革命は本格的になり、アメリカ独立戦争やフランス革命といった動乱の時代となり、新たな時代と向かっていくといった感じです。こうして振り返ると18世紀は美術はフランス、音楽はドイツ、政治はイギリスといった図式が確立された時代だとも言えます。そしてこの美術の中心はフランス、音楽の中心はドイツという図式は次の19世紀でも変わりません。特に美術は圧倒的にフランスです。そして次回以降は怒涛の19世紀です。次回1800年代は新たな時代の幕開けにふさわしい大作曲家の登場です。それでは。